ドロップスドロップス、エマのパワーチャージチャンネル。アンニョン、エマです。ゆうくろこんにちは、皆様お元気でしょうか。はい、もう涼しいですね。すっかり秋になりまして、はいというわけで今日は、スピリチュアルなまたお話をしていこうと思っております。毎回お伝えしておりますが、この話を聞いて採用するかしないかはご自身で決めてください。はい。自分でこの話を採用する、採用しないって決めることはすごく大事で、特に今情報社会だから、情報化社会っていうの、情報がありふれてるから溢れてるからどの情報をピックアップしていくかっていうのは難しいところですよね。それはもう自分のインスピレーションとか自分の直感とかを信じてその情報を拾っていくのがいいと思います。時にはちょっとそのインスピレーションが外れることもあるけども、必ず幸せにつながっているんで、自分の直感を信じて、選んでみてください。で、その自分で未来を作るぞっていう、自分で選ぶ、自分で選択する、自分で未来を作るぞっていうその意思が幸せになる第一歩なんで、はい、そういう視点でこの動画を見てみてもらえたらなと思います。はい、ではですね、今日のテーマですけれども、今日のテーマはソウルメイトちょっとソウルメイトについて説明してみようかなと思っています。はい、でソウルメイトって何かって、最近ちょこちょこ聞くかもしれないんですけど、ソウルメイトっていうのは、なんかクラスメイトみたいな感じで自分の魂のクラスメイトみたいに考えてもらえれば簡単かなと思います。I love you。 今はですね、出会う人はみんなソウルメイトっていう風に、思ってます。それを最初あれ見たんです。YouTube で発信されてるゆうこさんって方がいらっしゃるんですけど、マリー・アントワネットの生まれ変わりのねでその方が、出会う人はみんなソウルメイトって言ってたのを聞いて、それまでいろいろ区分されてたんです、私の情報の中では誰でどういうのがグループソウルでみたいな、なんとかでなんとかでって聞いてたんだけど、そのゆうこさんがみんなソウルメイトっていうのを聞いて、それいいなと思って、私もそれ採用するって言って、はい、採用しました採用させていただきました。で、そう考えると、例えば近所であった嫌な人とかわかんないこれまでの人生で出会ったちょっと印象的な嫌な人とかなんかそういう人たちも含め、みんな私の学びのために出会わせてくれた人なんだなって、そういう嫌な役を買ってくれた人なんだなっていうふうに思えて、ありがとうって感謝の気持ちも芽生えてくるので、楽しくなってきますよね。なんで出会う人みんなソウルメイトっていう考え方、私とても好きです。はいでね、エマが出会ったソウルメイトさんもね、たくさんいるんですけど、皆さんそうだと思うんですよね。でソウルメイトの役割として、自分がピンチの時に助けてくれる役割のソウルメイトもいるし、あとはその自分が成長するためにあえて嫌な役をしてくれてるソウルメイトとかもいるし、
でその要所要所でこう入れ替わり立ち替わり現れてくれたりする人もソウルメイトもいれば、なんかこう家族とか長い付き合いの友人とかね、そういうこうなんだろう、ずっとそばにいてくれてるようなご縁の深いソウルメイトとかもいます。でなんかね、そうそう、私もその特に高校時代の友達とか、あと家族ももちろんだけど、その人たちはすごいご縁が深いなっていうふうに感じてるんですけど、そうでしかもなんかね、こう集団で生まれ変わるらしいんですよ、どうやらなので、家族もその友人たちも多分ね、自分の過去世に、私の過去世にいた人たちなので、なんかそれ考えるとちょっと楽しくないですかそうまだちゃんと検証はしてないけど、自分の過去世ばっかり見ててそうそう、素晴らしいです。西洋談なんですけど、何話そうでしたっけ。そうで、エマのそうこれちょっと面白いなって思ったのがあって、エマが、要所要所でこう助けてもらってきたソウルメイトっていうのがいるんですけど、なんかその人たちはこう入れ替わり立ち替わり来てくれてるような人たちで、なんかね、例えばこう最初に、離婚して孤独を感じている時にこう助けてくれたような人ですね。みんな女性ですけど、なんかその時にそこにいてくれた人ですごい自分を分かってくれた人とか、なんかあとは、自分の気づきのためになんか直接その人から何かをこう励ませて言われたっていうわけじゃないけども、その人から何かをすごく学ぶものがあったとか、あとはなんか自分が初めてこうスピリチュアルみたいな心を開いていこうかなっていう時に信じてくれた人とか、最初って怖いじゃないですか、その頭おかしいって思われたりしたらどうしようとか思うので、なんかそういう時とかに、要所要所でこう現れてくれた人たちの名前の中に、私はですよ、名前の中によしっていう字が入ってるんですよ。名前の中にみんなこうよしがつくっていうのが私のその要所要所で現れてくれるソウルメイトの共通点でしたで、ちなみに私の旧姓もよしがつきます面白くないですか。なんかよしってこんなにバラエティあるんだぐらいな感じで、こうよしなんとかさん、よしなんとかさん、何よしさんみたいな、何よしさんなかったよしなんとかさんなんですよ、みんな。面白かった。なんか気づいた時にみんなよしつくわと思って、よしありがとうよしさんそんな感じで。ちなみに私の旧姓もよしですけど、今はシングルマザーですけど、ちょっと違う名字使っちゃってるそれもありがとうございますなんですけど、はいですね。というわけで、よしに私はすごいご縁があるみたいで、よしのつく皆さんありがとうございました助けてくださって、A special thank you from the heart. はい、というわけで、今回はソウルメイトについてざっくりお伝えしましたはい、はい、なのでそうですね、皆さんも出会う人みんなソウルメイトなんで、そういう視点で見てみるとちょっと世界が面白くなってくるかもしれません、はい。ではこのチャンネルでは今後もこんな感じで、スピのお話やら、ミネラルウォーター大好きなんでミネラルウォーターの話やらしていけたらと思いますので、ぜひぜひ、みんなで一緒に楽しく過ごしていきましょう。では、アーニョン。
went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars